皆さんこんにちは。これから新しい旅に出ます。今回も旅の前に吸ったもんだがありました。会社の同僚がコロナになって私は濃厚接触者。出発まで4日間戦々恐々でしたが、いつもよりもりもり元気で出発です。よかった。そんな困難で無事に成田空港第一ターミナルに4時間前に到着しました。っていうか早すぎでしょ。今回はなんだか緊張していてお腹の調子が怪しいのでヤクルト1000、これ最強。ジップエアーの成田バンクーバー便が就航のセレモニーをしていました。美男美女揃い。今回利用のエアラインはジップエアー。チェックイン機が調子が悪く皆さんざわついています。バックドロップも自力でしなければいけません。私がもたもたしていたら助けてくださいました。緊張しているせいかなかなかスムーズにできません。あと20キロ買い物ができます。無事に日本を脱出。そういえば今朝も強風が吹き荒れていて電車が遅れ、なんだかんだ心配性でお腹が弱い出発です。でもここまで来れば大丈夫。そしてプライオリティパスで入れるラウンジノアに潜入します。ビールに合うなかなかのラインナップです。そしてラウンジ内はほぼ満席でした。座るところを探すのも大変です。ワインと缶ビールもあり、これこれこれ、私がこよなく愛するスーパードライの生ビール。ちなみに4日間禁酒していました。出発前のラウンジのひとときが一番好きかも。こんな自由な開放的な気持ちとワクワクの混じったこの時間が大好きです。それでは祝杯。明るいうちに飲むアルコールが旅を盛り上げます。ビールに合う最高のメニューです。そして甘いもの、コーヒーゼリーに生チョコにみたらし団子、そして最後の締めにオムライス。美味しくてわしわし行きました。赤道近くに行くので美白剤は必須です。お隣の席に有名 YouTuber の方がいました。それではゲートに向かいましょう。ラウンジを出たら入場の大行列ができていました。タイミングによっては結構待ちそうですね。今回初めてジップエアに登場します。出発ゲートは18番。列がぐちゃぐちゃでなんだかわからないことになっています。結構並んでやっと乗り込みます。なぜかタイ語で話しかけられる私です。今度はタイ人に間違えられる。そして皆さんお待たせしました。今回はジップエアのフルフラットシートです。身分不相応ですいません。ジップエアはフルフラットシートというだけでビジネスクラスというわけではありません。サービスはエコノミーと一緒です。座席は何にも置いていないあっさりさっぱりタイプ。もちろんモニターなんてものはありません。一つの席に窓は2つ。足元前方の下の収納スペースにデカリュックをぶっ込みます。全部入ってないけど。一番前の席なので緊急時の援助をお願いされました。足が短すぎて前方の足置きにやっと届く感じです。今回も毎度のことながら旅の予習があまりできなかったので機内で勉強します。あら満席ではなさそうです。
今回の旅の相棒もぽーちゃんだけ。一人旅です。最後の積み込みをしていました。フルフラット席のこの斜め掛けのベルトが首に刺さって痛いのでパーカーをかませます。動き出しました。夕方に出る便は久しぶり。夕焼けが綺麗です。さらば日本。高度を上げるにつれて飛行機の影が小さくなっていきます。空から見る世界は日頃の悩みがどうでもよくなってぶっ飛ぶほど開放的。夕日で染まる空港を見ながら楽しい予感に胸が躍ります。今回は5泊7日のタイ・バンコクへの冒険旅行です。どうぞ最後までお付き合いください。ほどなくしてベルト着用サインが消えました。こちらのアームレストを出して寝るわけではないですけれども、とりあえずフルフラットにしてみましょう。ちなみに飛行機にお金を使ってしまったので節約旅行になります。基本歩きと電車と売卓を使おうと思っています。富士山が右手に見えてきました。雪の帽子をかぶった夕日でピンクに染まる富士山。乗務員の方が放送で今見えると教えてくださいました。私は富士山が見たいので行きは右側の席を取るようにしています。ほどなくしてミールサービスが始まりました。事前の予約で牛丼です。とっても美味しそうです。それではいただきます。どれどれ。めちゃめちゃ濃い。絶対に足りるはずもないのでぺちゃんこのクリームパン。映画ダウンロードしてくればよかった。めちゃめちゃ暇です。そういえばブランケット代をケチってダウンコートを布団代わりにしています。もうほんと暇で寝るしかない。この席は全部の座席が通路にアクセスできるのでトイレなんかも行きたい放題です。もうすぐバンコクに到着します。ジップエアーの客室乗務員の方は皆さんとっても親切でとても快適なフライトでした。無事にバンコクに到着です。ブリッジ内はもう熱帯の空気を感じます。早く入国したい。流行る気持ち。ただいまの時間は現地時刻で22時20分です。早くホテルに行って落ち着きたい。意外と早くスーツケースが出てきたので脱出します。遅い時間の到着は初めてかも。空港は意外と空いていました。節約のため中心地へは電車で向かいます。前回の残りのお金があるので今回は両替は街中でするつもりです。遅い時間なのか電車も空いていて、ホテルのあるガチャプラロップ駅に到着。誰もいない。Google マップを見て
迷いつつホテルに向かいます。今のミシンですよね。道端にレトロなミシン、しかもシーリングライトまでついてる。ミラクルタウンバンコクということで、プラトゥーナム市場にやってきました。もう店じまいをしています。何これ。地図によるとこっちの方向なんだけどな。臭くて暗い道を進みます。人っ子一人いないし、めちゃめちゃ怖いです。着きました。今回はバイオークブティックに一泊。有名なバイオークスカイではなくバイオークブティックです。ホテルはアゴタから予約、1泊5300円でした。エアポートレールリンク上にある24時間フロントの条件で選びました。ものの1分でチェックイン終了。めっちゃ早い。敏腕すぎでしょ。なぜか必ずエレベーターの前に8段ぐらいの階段があり、スロープはなし。スーツケース重たかったら地獄。ここか。エラー？これ開くの？失礼します。開いた。ではここですごい眠たいけどルームツアー。ベッドは大きめなダブルベッド。私は小さいので横になっても寝れそう。大きなテレビ、カップ2つとインスタントコーヒーに電子ケトル、グラスもあります。ティッシュにドライヤーにミネラルウォーター2本、ハンガーが3本にお宝入れ。冷蔵庫にドリアンは入れてはいけないみたいです。水場を見てみましょう。このシャワーがですね、すごく怖くて、あらぬ方向に出てくる穴で、しかも細くて痛かった。トイレの蓋は最初から開いています。うがい用のコップと綿棒にシャワーキャップに固形石鹸、ボディーソープホルダーは飾りです。バスタオルは2つ、ありがとう。この電気はつきません。一泊なんでこんな感じです。ただいまの時間、現地時刻で12時ですが、なんか食べたい。一応ホテルの1階にビールが買える自動販売機があります。と言ってももう閉店の時間。呪物を発見。ロティパンケーキなるものをいただこうと思います。手をちゃんと洗って作っているのか心配。作っている人は子供のように見えました。なかなかの手さばきです。バナナのロティにしました。最後にチョコレートを塗ってもらいます。50バーツだったので20バーツ札を3枚渡したらお釣りがないのかわからないけれども10バーツ返ってきませんでした。まあそんなこともあるよね。さすがに暑いのでセブンイレブンに入ってフラッペを注文します。
メニュー表を写真で撮って指差しで注文します。ペニーミックスベリーヨーグルトフラッペ60バーツです。早速いただいてみましょう。うわ、コンビニのジュースってこんなに美味しいの？もう大感動。さっき買ったロティもあったかいうちにいただきましょう。うわ、うまい。生クリームの入っていない日本のクレープのような感じです。ホテルに帰る前に完食です。明日用にポメロを買ってきました。この後シャワーを浴びて寝たんですけれども、エアコン消して寝ようと思ったらリモコンの電池が切れていて消せませんでした。朝には部屋は冷蔵庫になっていました。あとどうしても消えない電気があって明るい高々とした中で眠ることになります。そして外がなんだかわからないけどすごくうるさいので耳栓は必須です。1日目はおしまいです。おやすみなさい。